駒が成る。将棋の駒は8種類あるのですが、後ろに文字が書いてある駒ですね、はい、と書いていない駒があります。書いていない駒は、裏返して使うことはありません。駒を裏返すことを将棋では成ると言います。駒には成ることができる駒と成れない駒があります。で、成るとどういうふうになるかというと、動きが変わります。では次にどうやったら成ることができるかをお話しします。はい、このように将棋盤には上から3段が相手の陣地、そして下の3段は自分の陣地になります。では駒の成り方ですが、2つの方法があります。1つは相手の陣地に入った時に駒をひっくり返して成ります。もう一つは相手の陣地にもうすでにいる自分の駒です。これが次に動いたら成ることができます。相手の陣地にいる駒がこのように動くと、これも成ることができます。一度この相手の陣地にいると次に動かすときは成ることができるということです。それでは小駒の成った駒の動きを見ていきましょう。歩が成るとといってと金になります。香車は成香、桂馬は成桂、そして銀は成銀という駒になります。ではちょっとこの駒を見てもらいましょう。この駒は、右側から銀が成った駒、桂馬が成った駒、香車が成った駒なんですね。これはどれも金を崩して1文字で表している駒です。はい、どうしてこのような金の崩し文字になっているかと言いますと、実はこの歩が成ったもの、香車が成ったもの、桂が成ったもの、銀が成ったものはある駒の動きになるんですね。さあ、それは一体何でしょうか。答えはありましたか。この金と同じ動きになるんですね。金の動きは、前3つと横ですね。そして一番下でした。この駒たちが成ると金と同じ動きに変わります。で、ここで大事なことがあるんですが、金はもともとの動き、ちょっと復習していきましょう。前3つと後ろ2つでしたね。ただ成ってしまうと金と同じになるので、この後ろはいけなくなって、こうですね、金と同じ動きになります。もともとの駒の動きがなくなるというのを覚えてください。ですので桂馬ももともとの動きは剣剣パとこう、ちょっと分かりづらいですかね。この青にしましょうか。桂馬の動きはこうです。ただこの桂馬が成るとと金と同じになります。香車もずっとまっすぐ行く動ける駒でしたけども、成ると金と同じ動きになります。もともと持っていた桂と香と銀と桂と香の動きはなくなるというのを忘れないでくださいね。駒が成る大駒の動き。前回は、桂馬香車銀歩のなった時の動きをやりました。今回は大駒の飛車と角の動きです。これが飛車の動きでしたね。縦と横大きく動く駒ですね。これがなるとどういう動きになるかと言いますと、ここに
動きがプラスされます。はい、こんな感じですね。そうすると飛車の動きプラス王様の動きになります。この大判ではこの字になっていますが、テキストだと駒にではこちらの竜を使うことがあります。こちらの竜を使うことが多いです。ちょっと名人戦の駒も見てみましょう。こんな風な感じで書いてありますね。次は角の動きです。角がなるとどういう動きになるかということなんですが、もともと角はこのバッテンでしたね。これがなると馬という駒になりまして、これもなると動きがプラスされて、はい、角の動きプラス王様の動きになります。この馬と一文字で表すこともありますし、はい、こちらの名人戦の駒ではこのように崩して書くこともあります。馬というのはそうです、お馬さんのような感じで動物の駒が出てきますね。将棋の駒で動物が出てくるのはこの馬です。この馬をうまく使ってください。それではなかったんですけどはい、駒が鳴る時の注意点。今日は駒が鳴る時の注意点をお話しします。まずここに歩がいます。相手の陣地に入ったらなることができましたね。これはごめんなさい、こうなることができました。で次に自分の手番で動かすときにやっぱり今度こっちに歩にしようかなみたいな感じで、元に戻すことというのはできません。一度駒が鳴るとずっとなったままの駒で動くことになります。次2番目ですね。次は金の駒でお話ししましょう。駒がこのように相手の陣地に入ってきた時には、なるならないというのは自由に選ぶことができます。例えば桂馬を相手の陣地にぴょんと跳ねた時に、そのまま桂馬のね利きを生かしたいなという時はならないという選択ができます。ただし注意が必要なことがあります。この桂馬がこの1段目まで跳ねた時は必ずならないといけません。なぜかというと、ここでねならないと桂馬というのは、こんなもっとね上ですけども、跳ねる場所が上しかなくて、ここにはマス目がありません。そうするとこの桂馬は次に動かすことができませんので、ならないといけません。なるとね横とか後ろに行くことができますからね。で桂馬はもう一つ、ここからこの2段目に跳ねる時もならないといけません。ここも2段目でも桂馬はね動ける場所がこの盤よりも外に出てしまうので、2段目に跳ねる時は必ずなります。ではちょっと香車でやってみましょう。香車の動き、まっすぐロケットでしたね。このように進んで1段目まで来た時は次に動かす場所がないので、こちらも必ずならないといけません。最後に歩です。ですね。歩も1段目まで入ると次に動かすことができないので必ずならないといけません。指し方を覚えましょう。駒を取るです。将棋は代わり番号に指します。そして基本の動作は3つです。取る、打つ、そして成るです。今日はその中の取るからやっていきたいと思います。駒の利きといって、駒が動ける場所のことを駒の利きと言います。
例えばこの歩が効いている場所はここになります。こうですね。はい。そして、相手の駒が動ける場所、相手の駒の利きはここになります。まずやってみましょう。相手の歩がこのように近づいてきました。自分の歩が効いているところに相手の歩が入ってきたので、このように取ることができて持ち駒と言います。では次の問題をやってみましょう。ここに金がいて、ここに相手の歩がいます。相手の歩がこのように進んできました。この金でこの歩を取ることができるでしょうか。この金の利きは、動けるマス目はこうでしたね。金が前3つと横、そして後ろでした。この金が効いている場所に歩は入ってきていませんね。ですので、この金でこの歩を取ることはできません。指し方を覚えましょう。今、指すというふうに言ったんですけれども、将棋では将棋をすることを将棋を指すという表現を使います。今日はその中で駒を取るという動作をお話ししたいと思います。まずはこの局面を見てください。ここでこの金が動けるマスはどうだったか覚えてますか？はい、前3つと真横と後ろ。前3つに自分の駒がいるところは動けないというお話をしましたね。今度もしこの歩が相手の歩だったらここに動くことができます。ここにね、金も動かすことができるので、このように動くことができます。ちょっと動かしてみましょう。このように動かすことができて、そしてこの駒をここに置いて取ることができます。これが駒を取るです。それでは他の駒で見てみましょう。こんな風な形があったとき、歩は一つ進むことができるので、これをこういうふうに動かして駒を取ることができます。ではちょっと香車を使ってみましょうか。こんな感じに香車がいて、そうですね、じゃあここに銀を置いときましょうか。はい、これはどうでしょうか。香車はまっすぐ進む駒なのでまっすぐ進みます。そしてここにも進むことができて銀を取ることができます。駒を打つ、持ち駒を使うことを打つというふうに言います。盤上の駒に自分の駒が増えていくと嬉しいですよね。前回はこのように駒を取った駒を持ち駒に置くというのをやりました。今度はその持ち駒をまた盤上で使うことができる、それを打つと言います。さあ、この取った駒をもう一回今度は自分の駒として使えるというのは、この日本の将棋ならではのルールなんですね。日本の将棋は最初から終わりまで40枚の駒で戦うことになります。それではその打つ時の注意点が何点かあるので確認していきましょう。まず、駒を裏返して
打つことはできません。次にこの歩を1段目に打つことはできません。これはなぜかというと、歩は動かせる場所が前に1個ですね。ただここにはマス目がないので動くことができません。打ったその時にもう動かすことができない、かわいそうな駒になってしまうので、ここには打てません。また同じように香車も1段目に、こうした1段目に打つことはできません。これも同じ理由ですね。香車はまっすぐ前にしか進めません。打った瞬間からもう動くことができないので、ちょっとかわいそうですね。はい。そして桂馬もここに打つことはできません。そして桂馬の場合は2段目に打つこともできません。桂馬は動きは剣剣馬とここでしたが、ここにマス目がないですね。なので桂馬は1段目と2段目に打つことはできません。そういう注意点に注意しながら駒を使っていきましょう。駒を打つ2、相手の利きに取られないマスに駒を打ちましょう。駒を打つ練習をしてきたのですが、すぐに駒を打った時に相手に取られてしまうとちょっと残念な感じになってしまうので、駒を打つ時に相手の銀の効いていないところに打つといいと思います。例えばこう銀がね届かないところに金を打つのは、この銀で取られないのでいいと思うんですが、もう少し近づけてしたいとき、この銀の場合はどこに打つといいと思いますか？例えばここに打つことはできますね。銀の引きは前3つ、そして後ろでしたね。ここでした。はい。銀の引きに入っていないところに金を打っているので取られることはありません。でこの金をもしねここに打ってしまうと銀の引きに入っているので取られてしまいます。ですので駒を打ちたいときに相手の駒が効いているかどうかというのを確認する必要があります。駒の利き、今日は駒の利きについてお話しします。前回相手の駒を取るというお話もしました。相手の駒を取れると楽しいですよね。でも相手も同じように駒を取ろうとしてきます。今日はそのあたりのお話です。では局面を見てみましょう。あんなところに5つのロゴがこれからいろんなところに出るので見つけてみてください。はい、まず香車の動きです。香車はまっすぐ前に進みます。こうですね。ロケットのようにまっすぐ進むという話をしました。はい、これを香車の利きというふうに言います。香車が効いているところにこの金が動いてしまうとこの香車で取られてしまいます。ではちょっと違う配置で見てみましょうか。じゃあ今度は飛車をちょっと出してみましょう。これですね。この飛車の利きを確認しましょう。飛車の動きは縦と横全部でしたね。はい、ここにずっと動けてちょっと省略しますが、前と後ろですね。ここもずっと動けます。でこの飛車の利きにこの金が入ってしまうとこれで取られてしまいます。ではちょっと近づいた駒でやってみましょうか。そうですね。今度は手は、
銀の利きでやってみましょう。さあ、銀の動きは覚えましたか？銀は前3つでしたね。相手の銀の動き、前3つに、後ろでした。こうですね。はい。この銀の利いているところにこの金が入ってしまうと取られてしまいます。同じようにここの部分ですね。ここの銀の利いている部分に入ってもこの銀で取られてしまいます。はい、駒の利き2、マスに効いている駒を探す。前回相手の駒に取られてしまうというお話をしました。相手の駒が効いているところに自分の駒がいると取られてしまうだったですね。ですので、マスにどの駒が効いているのかなというのを見つけるのは大事なことです。ちょっとやってみましょう。はい。ではこの場所、このマスに効いている相手の駒を探してみましょう。まず角が効いてますね。角が斜めなので角が効いています。そして桂馬もここ跳ねることができるので効いていますね。そして金も効いています。さあ、この銀はどうでしょうか？銀は横には行けないので銀は効いていませんね。ですのでこの白い磁石があるところに効いている駒は角と桂と金ということが分かります。では次に、黄色にしましょうか。はい。この黄色の地点に効いている駒はありますか？相手の駒ですね。はい。角はここには置けないので効いていません。桂馬もここには跳ねることできませんね。金と銀と香車も離れているのでこの黄色の地点には効いていません。ここには相手の駒どれも効いていないというのが分かります。では次にここです。さあ、ここはどうでしょうか？相手の駒ですよ。はい。香車が効いてきましたね。香車がまっすぐ行くので香車が効いています。そして桂馬もちょうどぴょんと跳ねる場所なので効いています。角も効いていますね。金と銀はちょっと離れているので効いていません。ということで今回はこのマスに効いている相手の駒を探すというのをやりました。